機体前面にデカール貼るためのクリアを吹くんですけど、ここも黒く塗っちゃいます。この辺の順番は人それぞれだと思います。あれ、これプライマー塗ってあったっけ？塗ってないかもしれない。塗ったかな？塗ったかな？剥がれたら全然塗ればいいっすよ。じゃあクリア塗るのはね、今回は機体、それから後で取り付ける貝状態のキャノピー、遠くの方に水平尾翼、パイロンにデカール貼るんで、あとは造装ですね。造装もちょっとだけデカールあります。なんだ、デカールを貼る前にシルバーの方塗った方がいいと思うんですよね。だからこのシルバーの部分、こんな感じでマスキングはしました。で、どんな塗り方にしようかって考えてるんですよ。機体ごとによって汚れ加減、大体汚れる場所って同じなんですけどね、その汚れの度合いとか汚れ方とか、それをどうやってやろうか考えてます。とりあえずインストとソーズでは3色使ってくださいと、シルバー、ガンメタル、メタルブラックかな。メタリックブラックとガンメタル、シルバーを使ってくださいと思いますね。でとりあえず全部シルバーに1回塗っちゃいます。それからちょっと考えます。やばい、修分かかったか。修復かかっちゃったかな、今シルバー。大丈夫か。ちょっと甘いな。マスキングがあまりにも甘い。よいしょ。多分ね、一部はね、筆でやんないとダメだと思うんですよ。少しずつ塗り重ねていく感じで、
今やってたのが全体に軽くシルバーをまぶしたんですけど、で今度シルバーの指示のあるところを中心に塗り重ねていく。ここがシルバーだから、ここのリベットを外しては難しいんで、パネルの真ん中を中心にシルバー塗っとくとかね、で周りはちょっと黒っぽく残しておくとか。このパーツがね、割とキラキラとどの機体も、だからこれ割としっかりとシルバーがしていいと思います。キラッキラの艶ありではないですからね。キラッキラではないですけど、だから下がちょっと黒がそんな艶はなかったんで、艶なさすぎだな。これ俺クリア塗ってないかも。水平よく多分クリア塗り忘れだな。綺麗に塗る必要はないと思うんですよ。ムラがかなり出てる状態でいいと思います。これですね。よいしょ。この台自体に持ち手作った方がいいかもしれない。今こんな感じ。これ何をやってるかというと、グロスブラックを塗るついでがあったんで、どうなるのかなって試しにやってみたんですよ。いわゆる下塗りですね。下塗りというかプレシェーディングというか、この上にシルバーちょっと重ねるとどうなっていくのかなと思って、細拭きで塗ってました。ちなみに水平尾翼はこんな感じですね。反対側はこんな感じ。最初ね1枚目の水平尾翼間違って真っ黒塗っちゃったんですよ。これはこれでどうなるのかなと。シルバーって細拭きができないじゃないですか。だからグロスブラックを細拭きして、ただ0.3 ミリのこの安物のエアブラシでやってたんで、ほぼ細拭きってのは難しいんですよね。これものすごくこの引きのバネが強いエアブラシなんで、安物だからメタリック製用に使ってるわけですけど、じゃあこれに軽くシルバーをかけていくとどうなるかですね。水平尾翼これ真っ黒に塗っちゃったのが、シルバーのその塗り上がりがあまりにも均一的すぎて、ちょっと面白くないなというのがあって潰しちゃったんですよ。でその流れでこうなってます。じゃあこの真っ黒塗ったやつどうすればいいかだよね。
ムラにムラがつくように塗っていっちゃえばいいんじゃないですかね。ムラがつくように、ただあまりにもエアブラシでやりましたみたいな柄もちはちょっとあれなんで、皆さんどういう感じになるのかな。で次に塗るのがインストでガンメタルの指示なんですけど、シルバーと黒鉄色を混ぜた色、なんでもいいと思います。黒鉄色とシルバーの間の色っていうかね、でこれをほんのちょっと黒い色はあんまり違いはないかもしれない。でこれはね、本当細く拭きたいんですよ。上から模様をつける感じで暗くしていってもいいでしょうし、この後当然そうしますけどね。っていうのはさっき黒の上から塗ったじゃないですか、シルバーを。まだちょっとコントラストが強いんで、それをこれで全体ふわっとかける感じでさらに落ち着かせてやろうかと。今のコントラストがほんのわずかに残る程度、こんなもんかな。これちょっと弱いな。こんな感じでできるだけ細拭き、塗料で詰まらない程度、どうしてもメタリックの場合粒子が詰まりやすいっていうのがあるんで、あんまり細くは拭けない。機体後部のあの部分の模様をどうやってやろうと思ってたんですけど、筆じゃちょっとね境界がくっきりしすぎちゃう気がして、でもマスキングテープも同様ですよね。なのでもうこれしかないなと思ってひっつき虫でマスキングしてます。ただどうしてもちょっと太めになっちゃうので、ひっつき虫一本一本は円柱状ですから、でもどうなのかな。これぐらいの細さにしたいんですね、少なくとも。最悪失敗したら失敗したでね、また黒から始めればいいんで。本当はね、なんかにプラバンかなんかに試しに塗ってみれば一番いいんでしょうけどね。ぶっつけ本番が好きなんですよ。
わあ、ここもほとんど幅が取れないな。うわあ、ちょっと無理があるかな、これは。なんかもうちょっと方法ないですかね。却下です。これはダメ。じゃあ次、両面テープでマスキングしてやりますか。そのひっつき虫がうまくできなかったです。なんか細すぎてくっついてくれない。だから両面テープをねじって、でもちょっとイメージじゃねえな。できるだけよれたような感じにして、リベットの上に置いてやると、そうすれば若干ぼやけるんじゃないですかね。くっきり色が分かれてるのもあるし、もやもやぼやぼやっとなってるのもあるんで、個人的にはぼやぼやっていう曖昧さ加減が好きなんでね、中途半端さ加減が好きなので、なんとかしてそのぼやぼやをやりたいですけどね。ここはリベットが2本走ってるから、今これも2本。こっちの方がやりやすいですね、ひっつき虫より。でイメージもこんな感じだなって気がします。もう少しまっすぐ貼った方がいいかな。リベットかかってないとこもある。でやっぱり浮かせるとダメですね。多少離れてるところはやむを得ないのかな。縦の線に乗せちゃうと浮いちゃうんで、どうしてもどんどん浮いてきちゃいますね。いやー、これどうなるかな、塗ったら。いずれ塗り上がってみないと分かんないですね。この形で両方の水平尾翼と下くっついちゃう。意外にくっつかない。両方の水平尾翼と、あとはそうですね、エンジンノズルのすぐ後ろのだんだんになってるところってだんだんにはなってないですけど、そこはもっと細いのが欲しいな。
うわじゃあマスキング終わったんでめんどくさかったガンメタルか何か黒鉄色かな吹こうと思ったんですよ。ここガンメタルっぽい色を吹いてあるのでね、黒鉄色を吹こうと思ったんですけど、よくよく考えたらスモークグレーでいいのかなということで、こっち水平尾翼の方もこの真ん中のエリアマスキングをしました。どうなるかわかんないんですけど、まずは拭いてみます。失敗しても直さないです。これはね、マスク外さないとわかんないだろうな。多分ね、ギュワッと拭いちゃうと両面テープの下に潜り込んでいくと思うんですよ。糊を溶かして。絶対に塗ってる間にどの程度暗くなってるか分かんなくなるんではないかな。結構暗くなってるね。この後ろのところアレスティングフック引っ掛けるとこもちょっと濃くしたいんで、マスキングを剥がしてみました。とりあえず例の縞模様のところのマスキングだけです。こんなところかなって感じです。もうちょっと細い線が描ければよかったのかな。こんな感じですね。わざとらしいかな、どうなんだろう。下側にもあるからね、多少演出強くてもいいんじゃないのかな。こうなっちゃいますからね、こうなっちゃいますから。で、水平尾翼の方は最初太いやつでやってたんでうまくこう貼れなかったっていう感じで、ちょっといまいちかもしれない。実際は実機もふにゃふにゃって感じなんでね、ここはこれでよしとしましょう。ちょっとこれもどうだろうなって感じですけどね。問題はっていうか、この水平尾翼のこの後ろのこの部分ですね、この部分って感じなんですけど、これも後でピンウォッシュかなんかでこう前後の線つけてごまかしますか。今度次やりたいのがこの後ろ側の今テープ貼ってあるんですけどね、後ろの焼けですよ。オレンジとブルー、クリアのオレンジとクリアのブルーですね。これを使ってここの部分の焼けをなんとかできないかなと思って。で、オレンジとブルーはできればあんまり混ぜたくないんですよね。
で実機ではこっちがこの前の縞模様がちょっと幅が大きすぎるんですけど、実機でだいたいこの幅ぐらいのが3本ぐらいかな。この一つの一区切りの中で、3本ぐらいなんですけど、ちょっとそれは無理なんで、ワン区切りで一つやれるとすればね、どうやってやるかですよね。ちょっと頑張ってみます。じゃあとりあえず細吹きでやるしかないと思うんですよ。うまく描けるかどうかなんですけどね。無理かな。茶色とブルーが混じる、違う、オレンジとブルーが混じると茶色になるか。茶色よりもちょっとこれぐらいかな。塗ったところが見えづらいからね。何でもいいんでオレンジの線描きますか。もう何本とか無理です。一応少しオレンジはつきましたね。多分ね、これ以上塗っちゃうとブルーの発色があんまり良くならなくなると思うので、この辺止めておきましょう。で、塗りにくいんで先端のキャップ外しました。これで線が描ければいいのかなと思うんですけどね。ちょっと違うな。しょうがないか。隙もなしですからね。こうブルーの周りにオレンジをね、こう細く入れたかったんですけどね、無理やりますね、やっぱり。あまり追っかけるともっとおかしくなってくんで、この辺でやめときます。マスキング剥がしてこんな感じですね。うまくねえな。イメージと全然違います。しょうがない、いいでしょうこんなもんで。32分の1作るとき頑張ろう。やっぱね、マスキングしてできたかもしんないですね。ただブルーを塗ってからオレンジをかぶせてもいいですけど、緑色になっちゃうんですよね。それがちょっと気に入らないんで、境界の部分は緑色でいいと思うんですけどね、中心を青を強く出したかったんで、こんな塗り方しかないのかな。あとはマスキング工夫してなんとかするとかね。もうちょっとね、なんかやってみます。メタルコート、ミスターメタルコート、ステンレス、アイアン、クロームシルバー。クロームシルバーミスターなんですけど、これですねこの2つ懐かしいですよ。宝のメタルコートですね。宝のメタルコート、これも全然使わないんで、全然使わないっていうか使ってはいるんですけど、これからやる使い方しかしたことがない。で、綿棒で塗ってきます。塗ってきますっていうかね、こすりつけていく。こう綿棒に少し取ってね、ドライブラシと同じですよ。でこういうキッチンペーパーなんかにこすりつけて、
この後ろの部分、これが気に入らないですよ。これがどうなるのかな。端っこでちょっとやってみるか。迷彩のところにつけないように。これ多分アルコール系なのかな。どうなんでしょうね。うわー、ちょっと実機でもね、なんかこう雨だれかなんかわかんないけど、こういう方向の汚れが結構あったので、なんかもっといい使い方があるかもしれないです。昔 F15 のね、機体後部のチタンのところ、ピンクっぽいピンクゴールドシルバーっていうか、そんなんでやって、その後これでこうやったら結構いい感じになったんですよ。その記憶があったんでやってみたんですけど、ちょっといまいちだな。でもちょっと変わってきた雰囲気が。シルバー色のとこちょっとこれで模様つけてみますか。ちょっとシルバー弱いとこもあるんで、これはちょっと弱い。粉がね、銀粉が舞っちゃうんで、あんまりやんない方がいいかもしれないですね。こんなもんかな。もうちょっとテカリが出てきました。まあいろいろやりましたが、実際はこうなっちゃうんで見えないですよね。覗き込んでみてもどうなのかな。これこんなんだからわかんないですよ。自分的にはこれでよしです。これでじゃあ次回はねじゃあ次回はね、デカール貼りですかね。いよいよデカール貼り。デカール貼りだからあんまり動画にもできねえと思うんですけど、じゃあ今日はここまでです。それではまた。